こんにちは、なおです。今回は、なぎなた釜に追加された新しい武器、道風と虚空脚、この2つについて紹介していきたいと思います。どちらも秘伝書は必要ありません。それでは早速行ってみましょう。現在のステータスを紹介します。レベルは630。今回使用するなぎなた釜の攻撃力は4206となっております。また武器カスタマイズは何もつけていない状態にしてあります。まず最初に紹介する武器は道風になります。速い攻撃に続けて回転しながら連続で切りつける上中段構え専用の武器となっております。またこちらの道風ですが2段階目も存在します。道風2まで取ることで道風から三角ボタン追加入力をタイミングよく行うことで追撃を行う。この攻撃で敵の気力を削り切るとさらに強力な一撃を加えると。道風を使われる際はぜひこの道風2まで習得するようにしましょう。それでは早速道風使っていきたいんですけども、こちらですね、なぎなた釜の特徴でもあって上段構えか中段構えかによって多少技が変化します。そちらもねお見せできればなと思います。まずはねこちら上段構えから使っていきます。技の出し方は四角からの三角ですね。さらに道風2まで取ってある場合は四角からの三角からの三角で最後もう一撃追加攻撃が入ります。追加入力のタイミングは私の場合ですが着地をする寸前に三角ボタンを押すようにしています。いきます。こここんな感じですね。続いては中段構えでの道風を使っていきます。技の出し方は先ほどと同じですね。四角からの三角。道風2を取っている場合はこちらの中段でも同じように派生攻撃を出すことが可能です。それではやっていきます。ここ上段構えと同様に着地寸前に三角ボタンを押すと成功しやすいんじゃないかなと感じております。以上道風そして道風2の上段中段それぞれの武器の出し方の説明になります。続いてはダメージ量のチェックです。参考までに上段速い攻撃は1432 1432となっております。続いては上段の道風から紹介していきます。ちなみに道風2の追加攻撃まで合わせて出していきます。最初の一撃は上段の速い攻撃になりますのでその分は抜いて計算すると3766というのが上段での道風2まで出した場合のダメージ量になります。続いては中段でやっていきたいと思います。中段で道風2まで当てた場合合計ダメージ量は2902となりました。攻撃範囲とスピードが勝る分少しダメージ量は上段に比べると中段は落ちる感じでしたね。気力消費量については上段の場合が432中段の場合は360という結果でした。続いては道風2についている人型の気力を削り切った際の追加の一撃を見ていきたいと思います。まずはね敵を気力切れにしないといけませんね。さあそろそろいけるかな。はい、最後の一撃が気力切れの相手に当たった場合もしくはちょうど気力切れにした場合にはあのような派生の攻撃になります。せっかくなので中段でもねちょっとやってみましょう。今見ていただいたものが中段での気力を削り切ったバージョンになります。最後の一撃の攻撃力は高いものの
敵を気力切れにする必要がありますし、人型相手にしか発動はしないものになりますので、そこだけご注意ください。ダメージ量に優れた上段での道風、攻撃範囲とスピードに優れた中段での道風、それぞれの特徴を踏まえた上でぜひ2つとも試してみていただければなと思います。次に紹介する武器は虚空脚になります。速い攻撃に続けて回転しながら連続で蹴った後、武器を叩きつける。蹴り攻撃で敵の気力を削り切ると相手に組みついて投げると。先ほど紹介した道風と違い、こちらは下段構え専用の武器になっております。次は実際に武器を見ていただきましょう。出し方はこちらも道風と一緒ですね。四角からの三角、これで出すことが可能です。改めて見るとこれとんでもない身体能力ですね。あの一瞬でひっくり返って蹴って武器を叩きつける。一瞬垣間見えるスピニングバードキックが非常に可愛い技となっております。続いてダメージ量も見ていきましょう。一発目のダメージ量は下段の速い攻撃の分になりますので、そちらを除いて計算すると虚空脚のダメージ量は1777といった結果になりました。蹴り部分のダメージ量っていうのはほぼなくて、最後の武器叩きつけ、これによってダメージが出ている感じですね。人型相手限定にはなるものの、道風2と同じく、はい、このように気力を削り切った場合、組みついてさらに追加のダメージを与えることも可能になっております。簡単操作で出せるという点も非常に便利ですね。最後にこちらの人型ボスに対しても道風、そして虚空脚の気力切れにした際の組み打ちはきっちり入るのか、一応確認のため戦ってみたいと思います。さあそれではやっていきます。さあ最初はね、道風から当てていきます。やはり実戦になるとこの追加入力がね、慣れていないせいもあってか失敗しやすくなっちゃいますね、私の場合。はい、なんとか人型ボスにもこのように道風の組み打ち入るのが分かりましたね。続いて虚空脚も同じように組み打ち入るか試してみましょう。そうですね、先ほど道風と同じく使ってみた感想としてはこちらの方が使いやすいかなと。はい、そして組み打ちもね、きっちり入ることが確認できました。そうですね、やはりですね、人型相手だと圧倒的に虚空脚の方が使いやすい。もちろんね、私今虚空脚を連打ばっかしてるので本来の使い方とは少し違うかもしれませんが、人型限定で言えば攻撃がね弾かれて死ぬまう可能性のある道風よりも虚空脚の方が圧倒的に使いやすいです。そしてこの蹴り部分のねダメージ量は確かに大したことないんですけれども、この組み打ち分も合わせるとそこそこのダメージ量になりますので、妖怪相手なのか人型相手なのかによってこの新武器2つどっちを使うかが分けられていいかもしれませんね。今後なぎなた鎌を使われる際はぜひ試してみてください。今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もし気に入っていただけましたらチャンネル登録、そして高評価もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。